こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。さて、今週の新型バイク情報は何でしょうか？今週は新型情報はお休みだ。あら。今回は、ホンダの250アドベンチャーバイク、CRF250 ラリーからリーのレビューをお届けするぜ。約2年間乗ってる主の愛車ですね。先日、奈良県の十津川村へ出かけたので、ラリーの長距離ツーリングでの使い勝手について語っていきたいと思う。内容的には、2020年末にアップした、CRF と過ごした500日インプレの続編ですね。そうだな。700日後もラリーと一緒ってことで。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。じゃ、今回の内容はこんな感じだ。1、主のツーリング事情。2、ラリーで長距離ツーリング高速下道峠道。3、お食事とおやつ。です。1、主のツーリング事情。ツーリングに出かけるときって準備ってしてる？準備ですか？前日にガソリン入れるぐらいですが。ツーリングの前日は、ワクワクして寝つけないとかないのか？ありません。俺だけか？じゃ、旅費節約のために、閉店間際のイオンで買い込んだりしないのか？しませんよ。全部現地調達のランダムミッションです。主は借金子持ち、気づいたら猫も憎きめいるし、自由になるお金は限られてるわけで。というわけで、主のツーリング事情をちらっと語るぜ。節約術その1、交通費変。長距離ツーリングには、それなりにガソリン代や高速代が必要だ。今回は高速代とガソリン代で約8000円、食事代で約2000円、合計1万円だ。これをできるだけ抑えるぜ。どうやって？まず、ソロ行動時の移動を全部自転車に切り替える。まあ、これを1ヶ月続ければ、主の場合4000円はゲットできる。ラリーは燃費を意識して走ればリッター35キロは走るから。これで約1000キロ分のガス代ゲットだぜ。でも、高速代は賄えないですよね。高速代はいかに安くするかをポイントだ。ETC 関連のサービスを使えば、高速代を節約できるぜ。ETC の購入に初期費は必要だが、高速代の ETC 割引や、カードお支払いポイントなど、お得に走れる。ふむふむ。あとはツーリングプランの活用だな。乗り放題になるやつですね。しかし、2021年度のプラン発表は未だない。こうしたツーリングお得情報も、巻末の青子のバイクニュースコーナーで紹介してくぜ。だから動画は最後までご覧くださいね。ってことですね。宣伝でした。節約術その2、食費変。食費も節約対象になるぜ。どうしてるの？ツーリング前日から断食なの？いや、ちゃんと食べてるし。節約といっても、閉店間際のイオンで買い込むぐらいだけどな。何買ったの？処分品のパンに、PB の飲み物、100円高しセットだぜ。いろいろ買ってますね。合計約300円だな。安い。これをコンビニで揃えたら1000円ぐらいする。浮かせたお金はツーリング先での食費にプラスして、ライスは大盛り、メニューは単品から定食に、さらにデザートも追加できるわけだ。涙ぐましいです。お金は大事です。と、こんな感じでお金も気分も仕込んでいくわけだ。そして、待ちに待ったツーリング当日だ。バイク積載編。買い込んだものを持っていくには、バイクの積載性が重要だ。ラリーの積載性はどうなんですか？標準だと車載工具が入る程度しかない。NC750 のようなラゲッジスペースは？知ってて聞いてるな。もちろんそんなのありまへん。だから、この立派なリアボックスを装着してるんだよ。この箱やサイドバッグを取り付けてから収納に余裕ができて、ツーリング時の色々な手間が減って、気軽になったぜ。ほうほう。貴重品は箱入れて鍵をすれば、小休憩にも気軽に行けるしな。昔は箱装備はおっさん装備って考えがあったけど、今では、これがなくっちゃ始まらないぜ。ちなみに今回の持ち物は、カッパに撮影グッズ、朝飯に飲み物におやつにつまみだ。食料は大切。オフ車なら箱がついてても違和感少ないし、本当に重宝してるぜ。インカム準備編。今回は総勢8名でのツーリングだ。で、初めて他社のインカム接続を体験した。確か主がセナで、残りの6人は B コム、あとニュータイプが1人でしたっけ？で、前日に B コムとの接続方法を調べて、再コミュシステムも確認して、準備万端のはずだった。あ、自らフラグ立てましたね。一応聞きますが、どうでした？もちろん、インカムの接続できません。あら、予想通りのオチで。マス2なのに気分はソロ2。無言で8時間はしんどかったぜ。インカム接続は、事前の接続確認が重要ですね。今回のツーリングの反省ポイントだ。それじゃ、準備編はこんなところだな。じゃ、次はツーリングコースの紹介だ。2、ラリーで長距離ツーリング、高速した道峠道。目的地は奈良県、三重県、和歌山県にまたがる国特別名勝の大峡谷、泥峡だ。
走行距離は片道約180キロ程度。そのうち高速道路が約150キロ、下道と峠道で約30キロって構成だ。どんな感じのスケジュールだったのかな？朝7時頃に出発してメンバーと合流しながら、11時半頃に目的地に到着。1時間ぐらい泥峡を堪能して、13時頃に昼食。14時頃に出発し、峠道を堪能しながら大内山ミルク牧場。道の駅奥伊勢大台によって19時頃帰宅。って流れだ。では、ツーリングコースを話のネタにしながら、長距離ツーリングとラリーの相性を語っていきますか。仲間と集う SA、高速道路編。今回のメンバーはどんな顔ぶれで？ネイキッドが6台、アメリカンとオフが1台ずつだな。排気量で分けると、大型が5台、250が3台だ。どんなルートを走ったの？東名阪道自動車道から伊勢自動車道道、清和滝 IC で紀勢自動車道へ入り、終点の熊野大泊 IC まで高速道路だ。そこから下道で42号、311号、169号を走るルートだ。高速5割、峠道3割、街中2割、って感じだ。高速でのグループライドはいかがでしたか？当たり前だが、排気量の差は痛感するな。250cc のラリーだと、心地いい巡航速度は100キロぐらいだ。大型のペースに合わせると、だいたい120から140キロぐらいになる。一緒に走る車種にもよりますけどね。なので、どうしても250に速度を合わせてもらって走るって感じになる。ラリーでも大型の速度域で走れるが、色々と辛いわけだ。どんなところが？まず120キロ超えてくると、ハンドルに妙な振動が出てくるし、バイクの振動でスマホやカメラの充電ができなくなる。充電できないのは問題ですね。荷物の積載状況やタイヤの空気圧、減り具合も関係してると思うから、バイクの状態をチェックして、状況に合った走り方をした方がいい。ペースが合わない問題は、集合場所を決めてグループ分けして走ったり、インカム通話しながら走れば、ペースも控えめになりますしね。色々と工夫はできそうだな。あと、ラリーはアップマフラーだから、調子に乗ってぶっ飛ばしてると、結構右太ももあたりはホットになってくる。ま、紀勢自動車道や下道になればほぼ1車線だから、この問題はなくなるぜ。あと、途中で雨に降られたな。ラリーの大きなスクリーンが活躍するシーンですね。大きなスクリーンのおかげで、短時間ならそれなりの雨でも上半身はずぶ濡れになるってことはなかったな。下半身は？車高が高いおかげか、膝から下はそんなに濡れなかったぜ。太ももはヘルメットから滴る雨粒で、結構濡れたけど。幸い、紀勢自動車道は長いトンネルが多いから、雨をやり過ごすことができた。大きいといえば、ラリーを見た一言目は、大抵大きいね、ですね。何が？ラリーの車高とかシート高ですよ。標準のシート高は895ミリでしたよね。車高の高さって、ツーリングデメリットになるの？なるよ。道に迷った時や、峠道などでの状況偵察係になれる。それに景色がよく見える。へえ。これ、意外と気づかないけどな。ネイキッド、SS と乗り継いだ主としては、見晴らしが良いのもオフ車のメリットだと思ってるぜ。泥峡までの道のり、下道編。高速を降りてから泥峡まで、どれぐらいかかったの？まったり走って、約1時間ぐらいだな。まず高速を降りたら、国道42号線をしばらく海を見ながら走るだろ？コメリ熊野店の看板が見えたら311号線に入って、ずっと道なりだ。この道は信号も少なく、ほとんどノンストップで走れる楽しい下道でしたね。しばらく走ると169への分岐がある。そこから10分ぐらい走ると泥峡入り口の案内板があり、それに従っていけば到着だ。田舎道を走った感想はいかがでした？さっきも話したが、ラリーは車高が高く乗車姿勢も背筋ピンだから、風景を一番楽しめたかも。あと、下道を走ってる時に脇道をたくさん見かけたぜ。それ、熊野古道の入り口だったりして。あ、バイクで走れる熊野古道もあるらしいぜ。マジっすか。熊野古道は有名だから、ぜひバイクでも走ってみたいですね。他には？周辺が描かれたトンネルの壁画とか、ユニークな地形の木津呂集落とか。また訪れる機会があったら、ぜひ立ち寄ってみたいですね。で、ここでワンポイント注意点だ。ラリーは早めの給油を。なに？熊野大泊 IC から泥峡まで約36キロある。311から泥峡までの道中には、ガソリンスタンドは2軒ぐらいしか見かけない。残りのガソリンが気になる人は、42沿いのスタンドで給油しておいた方がいいぜ。今回は311沿いのスタンドで給油してましたね。おう、レギュラーは165円だったぜ。給油機も1台だから、ガススタで30分ぐらい休憩できたぜ。ラリーはタンク容量が10リッターと少ない。他のバイクに比べて心細いから、早めの給油が安心だな。泥峡の楽しみ方。というわけで、無事に泥峡に到着だ。無事？確か GPZ903 のバッテリがトラブって、毎回押しかけしてませんでした？あれはトラブルじゃないぜ。イベントだイベント。バイクを押しかけしてるところを初めて見ましたが、手慣れたもんでしたね。あの GPZ は、そうやっていろんな修羅場を切り抜けてきてるんだよ。さて、泥峡の見物と行くか。この地名、読めませんでしたよ。
漢字の意味は、川の水が深くて流れが非常に静かなところですね。そのままだったか。あ、この景色ネットで見ましたよ。マイナスイオンを感じますね。まさに死後。急な階段を降りて川辺に出ると、その広さに感動だ。辺りには、カヌーを楽しむ人もいましたね。川沿いを歩いていくと、大きな吊り橋がある。これ、鉄線の上に板が張ってあるだけのシンプルな橋ですね。途中の木の板がめくれたし、川も丸見えだし。勢いよく歩くと、橋は結構揺れるし、揺らすなよ。吊り橋といえば、近くに有名な場所があるんだってな。谷瀬吊り橋ですね。泥橋から約1時間半ぐらい先にあるみたいです。ちょっと遠いから、今回のプランには入ってなかったな。あれは泥橋巡りのウォータージェット船かな？あれに乗りたい。残念ながら、泥橋巡りは2021年1月から運休してるそうだ。熊野川に流れ込む土砂が年々増加して航路整備が難航、コロナ禍の影響で乗船客が減少しているため、だって。それに、泥橋入り口にあったトロホテルも改装中で営業していないぜ。あら、残念。状況が回復して、営業が再開できる日を待ちましょう。次来るなら、初夏の時期もいいですけど、紅葉の時期も良さそうですね。泥橋のもみじも有名みたいだぜ。次来るときは、ぜひ泥橋を全部森で楽しみたいですね。お昼は、郷土料理、大和屋。さて、たくさん走った後は腹ごしらえだ。訪れたのは郷土料理大和屋ってお店ですね。なかなか趣のある店構えです。ザ地元の食堂って雰囲気だ。どんな料理がいただけるのかな？もちろん全ておすすめだとお姉さんおばちゃんは話してたぜ。そこからさらにコマンドを連打したところ、豚肉の鉄板焼き定食と鶏唐揚げ定食って供述を得た。郷土料理は予約制メニューだったので、残念ながら話すコマンドには表示されてなかった。アドベンチャーゲームか。で、唐揚げ定食はどうでした？もも肉はジューシー、衣はしっとりだな。唐揚げにからしとケチャップがついてきましたね。この組み合わせは初めてだ。だが意外に合う。豚肉の鉄板焼き定食はどうでした？自分で焼くタイプの料理だったな。固形燃料で温まった鉄板にバターを溶かして、そこに野菜と豚肉を乗せてだな。美味しそうですね。隣に座った主は、豚肉とバターの匂いに食欲全開だ。よく焼いてたら、ガス欠してましたね。固形燃料はおかわり OK だ。じっくりゆっくり楽しんでください。さあ、お食事とおやつはミルク村で。昼ご飯の次は、デザートだ。早いですね。ここまでの道中、ずっと眠気と戦っていて、正直あんまり覚えてない。インカム接続できませんでしたからね。インカムが使えても、多分この時間帯は話のネタも尽きて賢者タイムだろう。そんな眠気に勝利しゲットしたのは、大内山ミルク村ソフトクリームだ。文字通り大内山牛乳を使ったソフトクリームで、なんと24種類ある。チョコミントは？残念ながらチョコミントのレームに出番はない。基本に忠実、スタンダードなバニラをいただくことにした。お味の方は？うまいぞー。このネタ、どれぐらいの視聴者さんに通じるのでしょうか？もうちょっと詳しくお願いします。ツガキやアイスとは違う。これが主の精一杯の食レポですね。やっぱり、ツーリング先でいただくアイスに外れなしだな。ツーリングを終えて。さあ、今回のツーリングはこれにて終わりだ。楽しかった泥共通ですが、あっという間に終わりましたね。初めて会う人もいましたが、バイク仲間ってことで楽しく過ごせましたよ。だな。ラリーでの長距離ツーリングはこれで3回目だ。霧浜、箱根スカイライン、今回の泥共ですね。ラリーに乗り始めてから、途中でツーリングが終わるようなトラブルにも遭遇してないし、ラリーのネガな部分は大体お金で解決したし、乗り続けるにはそれも大事。250のオフ風バイクでも、長距離ツーリングも十分楽しめますね。大型持ってる人のセカンドバイクとしても、250オフは活躍すると思うぜ。そろそろ締めたいと思いますが、今回は普段と違う状況下でのツーリングでした。なんか話しておきたいことはありますか？休日割引の適用除外が6月20日まで延長されてて、高速割引が使えなかったことだな。ツーリング前日に料金を調べてたら気づいた。そうだったんですか。今後も状況に応じて延長されることもあるから、高速情報は要チェックですね。じゃ、今回はこんな感じでお開きだな。お次は青子のバイクニュースのコーナーです。青子のバイクニュースのコーナーです。本編では、高速の休日割引が適用外となってると話してましたね。したな。で、高速道路について調べてたら、こんなニュースがありましたよ。ほう。国土交通省は、バイクの高速道路料金を普通車の半額にする割引を、2022年4月から実施する方針を固めた。へえ、知らなかった。適用条件は？事前にネット申請し、2022年11月までの土日、ETC 搭載車で 100km 以上の走行が割引対象です。なんだ、来年だし期間限定か。割引してくれるっていう話だから、いいじゃないですか。
高速定額使いたい放題のツーリングプランも今期は実施されません。なら今年は少し思考を変えて、あまり訪れない場所や走ったことないルートを探すのもいいな。それなら、バイクもオフ車に変えるのがいいですね。ツーリングを控えて残ったお金で他の趣味を楽しむもよしですし。あ、バイクツーリングゲームの風来気温、予約したぜ。その話はまた今度。では、今回はこの辺で。それでは、See you. See you.